はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月後半の占星術の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。3月後半もまだまだ星が動きますので、前回ぐらいにアップした3月のエネルギー解説という動画がありますので、そちらまだご覧になってない方いらっしゃったら、ぜひそちらご覧になってからまたこの動画に帰ってきてください。よろしくお願いします。では早速いきましょう。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。忍者の逆、エンペラー、ペンタクルスクイーンの逆、そして、ワンドページ逆ですね。そしてソード4逆、ソードのキング、カップ5の逆、気をつけることや対策は、鳳凰とソードの5の逆とオラクルはワンドの6です。なるほど。いかがですか？ちょっとこの3月前半は少し自分のことを整えられたでしょうか？何か癒しのエネルギーが来てるよっていう感じだったと思うんですけど、前回。そうですね、3月ね、14日が月食なので、そのあたりっていうのはすごく感情的に揺さぶられたりとか、いろんな体調の変化があった方もいらっしゃるかもしれませんが、このね、3月14日の月食って、ちょっとなんていうのかな、自分に何かプレッシャーをかけやすかったりとか、制限を感じやすかったり、何かに耐えなければならないんだみたいな、そういったよく言うと真面目だし、悪く言うと硬いエネルギーとして感じる方も多かったんじゃないかなと思うんですね。でもそういった制限とかストレスとか、プレッシャーっていうものがあるからこそ、私たちってどこかに押し出されるというか、そこからそれを解決しようとして何かの行動を取ったり、それが嫌だからもっとこうしようっていうふうになったりする。どっちからかの方向に動きが出てくるんですよね。で、そして、特にこの3月の後半っていうのは、天秤座の皆さんにとってはパートナーシップがすごく良くなってくる。そこに光が当たってくるので、人を通して動きが出てくるっていうのが一番の特徴じゃないかと思います。ただ少し星の話でお伝えしておきたいのが、やはり3月の15日から4月の7日まで、水星というね、コミュニケーションとかビジネスとか交通機関とか、こういうシステムに関したこととか、そういったものに混乱が起きやすいと言われている水星の逆行がありますので、別に怖がる必要はないんですけども、余裕を持つとか、確認をするとか、誤解のないように気をつけるっていうのは心がけておいてください。で、特にそれがパートナーシップが今強調されているからこそ、パートナーシップとの間で何か誤解っていうのが起きてないかなっていうのをいつも確かめながら進んでいってくださいね。で、さらに金星っていうのもね、今逆行してまして、特に3月27日からは金星もちょっとまた魚座に戻りますので、またね、ご自身の体調のこととか、気にされる方も出てくるかもしれませんが、やっぱり体のことっていうのはもう少し、今年の5月末、6月ぐらいまでは本当にしっかり向き合ってねっていう時なので、もう一度やはり自分の体にとって何がベストなのかっていうのを感じさせられるっていうこともあるかもしれません。そして、その後3月29日が日食になります。これ部分日食なので、皆既日食に比べると少しエネルギーが弱いかもしれませんが、これも躊躇していたね、ことに対して自分がなんかやってみようかなっていう挑戦をする第一歩になりそうなことなんですね。この3月29日以降というのはぜひ自分との約束をしてほしいっていう感じがあって、で、そのための前振りとして、やはり3月14日の月食あたりにいろんなものを感じて、だったらこうしよう、ああしようっていう決意をしていくのが、3月29日以降という感じがします。ただ、3月の20日から太陽がさっき言ったパートナーシップのところに入ってくるので、3月20日っていうのはね、占星術で言うと、新しい1年の始まりなんですね。この春分の日っていう日から1年を見るっていう見方があるので、そういう意味では3月20日から切り替えていこうっていうのはとてもいいです。で、特にそれが人との関係性や契約、誰とつながりますかっていうところで、非常に天秤座さんの生かされ方が変わってくるって感じがするんですね。で、それを踏まえた上でカードを見てるんですけども、なんだか今のところ、なんかちょっと、なんていうのかな、自分はなんか孤独だとか、もちろん仲良くしてる人もいるし、社交的にはしているけれども、本当のところで自分は通じ合える人がいないとか、そういった感覚になっているのかなって感じがします。
誰でもそういう時ってあると思うんですね。要するに自分が自分のハートを閉じていると、誰も分かってくれないとか、どうせみたいな感じで自分が引いちゃう感じがあるんですけれども、よく言うと、そういうふうにして自分を保っていた。誰かに惑わされずに、自分というものをしっかりと把握したかった、認識したかったっていう時期だったのかなという気はします。で、もしそれができたのであれば、そこから少しずつ開いていってほしいなって感じはありますね。誰か来てくれないかなと思って待ってるっていう感じもあるんですけど、その周りから見ると天秤座さんが求めてるように思えないみたいなこともあるかもしれないので、本質的にはね、天秤座さん、今の自分でできることがあるはずだって絶対分かってるはずなんですよね。そして自分で自分のことも認めてるはずです。ここでエンペラーが出てるので。なんですけど、そんな自分を他の人は分かってくれてるんだろうかみたいな感じということです。自分でやってきたここまでの道のりっていうのは自分でも十分認めているし、分かっているけれども、もう少し他者と融合したいとか、他者との関わりの中でその喜びを感じたいっていうのがあるみたいなんですね。で、ようやくその一歩踏み出そうかなっていう感じの時な感じがします。でも少しためらってる感じもありますね。で、ここからの流れで見たときに、やはりソードの4っていうのが出ていて、何かどうですかね、本当によくこれはね、皆さんそれぞれ一人ずつ違うと思うので、皆さんの中で感じていただけたらいいんですけれども、やっぱりここまでの間に、いや、ちょっと疲れたんだよ、みたいな、感じがある方は、やっぱりゆっくりと、その先言った自分というものを保つっていうことで、ゆっくり休んでエネルギーチャージしてほしいんですね。でも、もうそろそろ行かなくちゃいけないんだって、まだゆっくり休めてないのに何かをしなくちゃいけないんだってなると、どうしても自分自身が本当は休みたいという無意識の方が強まって動きたくないっていう感じになりそうな気がするんです。で、頭では重々分かってるんですよね。ここはこうすべきだって、もっとああしたらいいっていう、計画とか戦略とか、どう行動すべきかっていうのは頭では分かってるんだけど、体が動かないみたいな、そういった矛盾っていうものが生まれそうだなっていうふうに出てるので、もしそうなったら、本当はやっぱり体は休みたいんだなって、ゆっくりしたいんだなとか、もっともっと自分を癒したいんだなって思っておいてください。なので、体は休みたがってるけど、頭はもっとこうしなくちゃいけないっていうふうに思っていて、そうできない自分っていうものを自分で批判してるみたいな感じがあるんですね。で、みたいな感じ。ここでもなんとなくこの絵柄がこれ対策で出てるものですけど、この絵柄って頭抱えてるみたいな感じのカードじゃないですか。でまさにこんな感じで、よく状況や何をすべきかも分かってるんですけど、みたいな。でも頭が痛くて動けないみたいなとかね、体が動かないみたいな感じもあるかもしれません。でもアイデアだけは出てくるから、もっとそれを形にしたいっていう思いがあって、で、それがうまく自分の中で統合されてないっていうことに自分でって思いそうだけど、でもカードからのメッセージとしては、自分では残念だと思っていたとしても、今のこの状況がですよ、残念だと思っていたとしても、決して悪いわけじゃないんですよって言われてるんですね。その今の状況が決してそんなに悲惨なわけじゃないんですと。で、やはりここで鳳凰が出てたりとか、エンペラーが出てるというのはめちゃくちゃしっかりとしたエネルギーなんですね。なので、感情的には、もしくは自分のエネルギー、体のエネルギー的にはもしかしたら少し低下してるかもしれないけれども、十分もし満たされましたとか、十分体も準備できましたよってなったら、もう本当に安心してその道を進んでいけるんですよっていうふうに言われてるんです。なんでそんなにそこはね、心配しないでくださいね。そしてやっぱりオラクルがワンドの6なので、一応ワンドの6のカードっていうのは勝利なんですね。やったよとか、できたよとか、聞いて、こんなにうまくいったよみたいな、そういうことがあると思うので、どんな小さな成功でもいいし、小さな勝利、今日はこれができたみたいな、そういったことを自分で確認して、体感して、日々お過ごしいただけたらなと思います。ね、普通の鑑定というか、普通のね、エネルギーリーディングとして話をしてますけど、やっぱり月食とか日食がある時ってすごくエネルギー動くので、敏感な方とか繊細な方ほどそういうエネルギーを無意識に感じて、なんでこんなに調子が悪いんだろうとか、なんでってなりそうなんですよね。で、体が休みたがってるなら休んでねって感じがしました。どうですかもし何かしらわかるよっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいんですけど、ちょっとこれを踏まえた上でのお仕事を見てみましょうか。
仕事ね。はい。ペンタクルスのナイトとカップのナイトが出ています。そしてペンタクルスのエースということで、非常に何かやはりね、アイディアだったりとか、案とか、なんか策っていうのはどんどん湧いてくるって感じがするんですね、今。頭は非常に回っている。だけど体がついていかないみたいな感じがあるので、自分が、体全然大丈夫ですよっていう方も、その自分の動ける範囲と、頭で考えているその戦略だったりとか方法だったりっていうものがいまいちマッチしてないって感じがあるんですけど、お仕事っていうので見た時には、非常にクリエイティブなエネルギーが溢れ出ていますっていうふうに言われてるんですね。で、しかもこのクリエイティブなエネルギーっていうのは、ここからゆっくりと時間をかけて定着させていくものなんですと。価値を定着させていくものだから焦らないでくださいっていうふうに言われています。とてもいい、これは資源になるっていう感じかな。これは一つの私の天職ですと言えるような価値、仕事を通しての価値っていうものを見つけられる感じがします。で、今もし何か携わってらっしゃるものがあるなら、それはとてもいい天秤座さんが持ってる、皆さんが持ってる自分の素材っていうものをここで感じてるね、自分の強みっていうものをしっかりと活かして、それをゆっくり時間をかけて定着させていける、そんな動きがありますね、やはり。特に3月20日以降っていうのは、人からも刺激を受けるだろうし、もしかしたら自分も誰かに何かをしてあげたくなるかもしれないし、そういう意味では、とても、お仕事っていう面ではとてもいいですね。全体を見たときにね、なんか自分の中で納得いかないみたいな感じがちょっとありましたけど、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係はお月さんとバンドの10とストレングス。なるほど。やっぱり人と関わることでより一層ご自身のエネルギーが湧いてくるみたいなんですよね。だけどこれまであまりにも頑張りすぎてちょっと疲れたことがあるから、あまり今人になんていうかな、依存しすぎないようにしようとか、あんまり人に入りすぎないようにしようみたいな感じがあるかもしれません。ちょっとそれはね、今ちょうど3月の末ってね、水星も金星も社交性とか豊かさとか、喜びとか、そういったビジネスとかコミュニケーションっていうものが、今ね、対人関係のところで起こってるので、やっぱり人を通しての誤解っていうのはどうしても生まれやすいんですよね。でもその誤解って別に誰かに騙されるとか、そういうひどいことではなく、なんか自分が伝えてるつもりで伝わっていないとか、自分の思ってる想定してるその人との未来像とか、その人とこんなことできるなみたいな思ってることっていうものが相手のニーズとマッチしてなかったとか、ただそれだけのことなんですけど、自分が期待がすごく強すぎるとなんだかなって思うじゃないですか。だから今ちょっとセーブしてるんだなって感じがします。本当に相手のいい傾向だと思いますよ。相手のニーズと合ってるのかなとか、自分のやりたいことと相手のニーズは一緒かなみたいなことをよくよく見ながら、無理しない程度に関わっていこうっていう感じで、そんな風にバランスよく関わっていくことで、本来持ってる天秤座さんのね、力っていうものがちゃんと発揮されますよっていう風に言われてます。特に20日以降はいいですから、疑問に思うことがあったら素直にその疑問を相手に伝えていってもいいのかもしれないし、確認してもいいかもしれませんね。恋愛ね、取る言いながら取れなくて本当すいません。29日の日食までには必ず取りますので、少々お待ちくださいね。ちょっと最後に、何に気をつけたらいいのかっていうのを見てみますね。天秤座の皆さん、何に気をつけたらいいんでしょうか。死の誘惑というカードが出てます。これは自分を殺さないでねっていうことです。自分を犠牲にして、自分を、否定することで、なんかその場を生かそうとするみたいな。よく、ある方はあるんじゃないでしょうか。例えば職場の中とか、ある一つのコミュニティとかグループの中でも、私はどうせいない方がいいんですよねっていう風な卑下をして考えて、引いていくみたいな。でも引いていくことって誰にもメリットになってないみたいなね。ご本人にもメリットになってないし、その環境にとってもメリットになってないっていうのがあるので、気をつけることとして出るのが、自分を卑下したり、自分の存在というものを消さないでねって感じかな。ちょっと気をつけることです。どうしたらいいのかっていう対策見てみますね。ちょっとこっちに置いてこう。
どうしたらいいの？全部皆さん。そのままでいいんですよと。そのままのあなたでいいんですよと言われています。そしてもし手をつなげる人がいれば手をつないでその人と一緒に飾らず進んでいってくださいって感じで言われてます。そうしたら何が与えられるんでしょうか？宇宙から。はい。インスピレーションということですね。インスピレーション、他にもいっぱい湧いてるんですよね、今。なので、非常にクリエイティブに何かいろんな、自分をもっと活かす方法だったりとか、こうしたらあれがうまくいくな、みたいな、そういうの案っていうのはすごく出てくるんだと思います。自分らしくね、いてくださいね。そして、最後もう一枚見てみます。はい。わーいって感じ。ジョイ。ジョイ。みんなで喜んでるよって感じのカードが出てます。はい。ということで、いかがでしたでしょうか？もし何かしら分かったよって通じたよっていう方は、いいねボタンやコメントで教えてください。またすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。